はい、どうも藤井です。今回はライドに続きシューゲイザーの代名詞マイ・ブラッディ・バレンタインのアルバムを紹介します。マイ・ブラッディ・バレンタインといえばラブレスというアルバムが名盤としてとても有名ですね。ノイジーなギターが空間を埋め尽くし、その奥から線が細くも美しいメロディーが聞こえてくる。シューゲイザーがどんな音楽なのか伝えるとき、とりあえずラブレスを聴いてというのが一番手っ取り早い、そんなジャンルを象徴する一枚です。しかし今回はあえてそういったシューゲイザーサウンドが完成する前のファーストアルバム Isn't Anything を紹介したいと思います。マイ・ブラッディ・バレンタインはアイルランド・ダブリンで1984年に結成されています。1985年に最初のミニアルバムThis is Your Bloody Valentine をリリース。その時のメンバーはケビン・シールズギター、コルム・オキーソグドラムス、デイブ・コンウェイボーカル、ティナ・ダーキンキーボードで、この頃のサウンドはバースデーパーティーやザ・クランプスなどの影響が感じられるゴシック色の強いガレージロックでした。ボーカルのデイブ・コンウェイの歌い方なんかはかなりゴス風味ですね。B 級ホラー映画から付けられたというマイ・ブラッディ・バレンタインというバンド名も彼の考案だそうです。同じ85年に EP ギークをリリース。ここでティナ・ダーキンが脱退。デビー・グッギベースが加入しています。86年に The New Record by My Bloody Valentine、 87年に Sunny Sunday Smile と EP をリリース。サウンドは徐々にゴス色が薄れ、60年代風メロディーとノイジーなギターというスタイルになっていきます。そしてこの EP を最後にボーカルのデイブ・コンウェイが脱退、ビリンダ・ブッチャーボーカルギターが加入し、ケビンとビリンダ男女2人でボーカルを取るようになり、ここでよく知られるメンバー構成になります。ビリンダが加入して初の EPストロベリーワインを87年にリリース。続けてミニアルバムエクスタシーをリリース。この辺りの作品はアノラック系、ギターポップとかジャングルポップとか呼ばれるバンドに近いサウンドになっています。ちなみにこれはストロベリーワインとエクスタシーを後にまとめて1枚にしてリリースされたものです。サニーサンデースマイルからここまではレイジーというインディーレーベルから出ていました。1988年クリエーションレコーズに移籍して EP You Made Me Realize をリリース。この作品でマイブラは化けたと言えると思います。この間にあった大きな出来事として、イギリスツアーに来ていたソニックユースダイナソージュニアと共演したことと、ケビンがグラインド奏法を思いついたことが挙げられると思います。グラインド奏法というのはジャズマスターやジャガーのアームを握ったまま弾く奏法で、独特の揺れを得られ、それがマイブラのサウンドの代名詞となりました。この EP で彼らは独自の個性を確立し、強い影響力を持つバンドになっていきます。そして先行 EP Feed Me With Your Kiss をリリースした後、フルアルバム Isn't Anything をリリースします。これを聴いていきますと、1曲目ソフトアズスノー、初っ端から何とも不安定な演奏で、最初聴いた時は正直なんて下手な演奏なんだと思いました。この不安定さはアームを使ったギターによるところが大きく、緩やかに音程が変化する不思議なギターサウンドです。酔うような気持ち悪さが聴き慣れてくると気持ちよく感じてきます。2曲目 Lose My Breath、アコースティックギターとリバース音が不協和に重なって、その上にビリンダの儚いボーカルが乗ります。何とも言えない大敗的な美を感じさせる、個人的にとても好きな曲です。3曲目 Cupid Come、 比較的キャッチーなメロディーの曲ですが、この時期のマイブラによく見られるものすごくためるリズムから、非常に気だるい曲になっています。4曲目 You Are Still in a Dream、 ギターリフが印象的な、アグレッシブなロックナンバーです。5曲目 No More Sorry、
2曲目とも通じるダークな曲です。サンプラーを使用したと思われる金属的なサウンドで、アルバムの中でも実験性が強い曲ですね。6曲目 All I Need。 ギターの残響が空間を埋めるサウンドは、ラブレスのサウンドを思わせます。今聴くと次への布告みたいに感じますね。7曲目 Feed Me With Your Kiss。 シングルにもなったアグレッシブでハードな曲です。とにかくうるさく暴れる演奏にケビンとビリンダのボーカルが気だるくも甘く乗ります。これもとても好きな曲ですね。8曲目 Sue Is Fine。 こちらもアップテンポでパンキッシュなナンバー。走るドラムと気だるいボーカルが空間を歪めるようなズレを生んでいます。9曲目 Several Girls Galore。曲の大半でベースが入っていない不安定な居心地悪さを感じさせる曲ですね。10曲目 You Never Should。 耳なじみの良いメロディーを持ったアップテンポの曲です。11曲目 Nothing Much to Lose。 こちらもキャッチーなメロディーですね。そしてスネアドラムの連打が特徴的です。ここライブだともっと極端にリズムが遅くなる印象なんですけど、演奏技術の怪しさを自分たちのサウンドの特色に昇華している、そういう良い例だと思います。12曲目 I Can See It。 アコースティックギターを使用した曲ですが、どこかドライな印象は US オルタナに通じるものを感じます。シューゲイザーというとエフェクターをたくさん使う印象がありますが、この時期のマイブラは意外とそうでもなく、こういったドライな質感の曲が多いですね。ポストパンク系の流れや地ざめり系のノイズギターにアノラック系のヘタウマ感、 US オルタナの乾いた高音が合わさり、独特の個性を確立したアルバムになっています。自分がマイブラを知ったのはライドがきっかけですね。ライドのファーストアルバムを買って、そのライナーだったか、マイブラに影響を受けたようなことが書いてあったので興味を持って、それでこの Isn't Anything をレンタル CD で借りてみたんですね。おそらく1991年の半ばぐらいだったでしょうか。で、聴いてみて最初の印象は1曲目の時に言ったように、演奏が下手だなというものでした。とにかくリズムが安定してないように聞こえたんですね。しかし2曲目4曲目のようなダークな曲は最初から気に入りました。あと Feed Me With Your Kiss の爆発するような激しさもすごくインパクトがありました。それから何とか聴いていくうちに、そのリズムの揺らぎみたいなのが心地よく感じるようになったんですね。そのアンバランスなサウンドが斬新で唯一無二に思えて、なぜか繰り返し聴きたくなるお気に入りのアルバムになっていきました。そして少し後にセカンドアルバムラブレスが出たんですね。これもレンタル CD で聴いたので92年になってから聴いたんだと思います。ちなみに2枚とも数年後にはちゃんと CD で買いましたよ。これは、さらにそれを買い直した、紙ジャケリマスター版です。古い CD は売っちゃったんですけど、動画作るにあたって当時のライナーとか読みたいなとか思って、売ったのをちょっと後悔してます。でラブレスなんですけど、初めて聞いた時は衝撃っていうほどでもなかったんですよ。いわゆる黒糖ツインズのようなドリームポップ、当時はそういう言葉はなかったんですけど、そういったサウンドの延長線上だなと感じて、Isn't Anything ほどのインパクトはなかったんです。しかしこれも聞いていくうちに、いやこれはやばいやつかもしれんという思うようになって、こうずるずるとハマっていった感じです。それで本格的に好きになって新作が出るのを待ち焦がれるようになるんですけど、そこですよね。ラブレス以降マイブラは長い活動休止期間に入ります。実際はラブレス制作時からメンバーはバラバラになっていて、実質ラブレスのほとんどの部分はケビン・シールズ一人で作ったと言われています。それがあまりに長期にわたり制作費がかさみ、クリエーションレコーズが倒産の危機に陥ったというのは有名な話ですね。そしてその後も主にケビンとビリンダによって楽曲の制作、レコーディングは行われていたのですが、
リリースまでには至らず、2000年代に入るとファンの人もほとんど諦めムードだったんじゃないですかね。それが、2008年にライブ活動を再開。2013年に突如3枚目のアルバム MBV をリリース。このアルバムは1996年から97年に録音されていたものを再構築して仕上げた作品だそうです。なので、純粋なニューアルバムかどうかは微妙な感じですが、長年待ち焦がれていたファンにとっては本当に驚きの、嬉しいリリースでした。その後も頻度は少ないですが、ライブ活動を行い、バンドは継続しています。はい、というわけで今回は Isn't Anything を中心に My Bloody Valentine を紹介しました。このバンドに関してはいろんな人が語ってもう語られ尽くしている感もあったんですが、ラブレスの存在が大きすぎて意外と Isn't Anything が見落とされている気がして、それでこういう動画にしてみました。いかがでしたでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。